皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の防衛白書についてです。つい先日発表された防衛白書については、韓国や中国から強い抗議の声が上がっています。しかし、彼らの抗議というものは全くの的外れなものです。その点について解説するとともに、じゃあ日本人としてはこの防衛白書が一体どのようなことを意味しているのか、その点についても解説を行っていきましょう。これからの時代において安全保障というものは非常に重要な政策であり、そのことを考えるときに防衛白書でどのようなことが語られているのかというのもまた良い教材となっています。というわけで早速防衛白書をめぐる記事と、そして中国や韓国の主張がどのようなものであるかも合わせてお聞きください。台湾安定は日本の安全保障に重要。防衛白書に発明記。岸防衛省は13日の閣議で令和3年版防衛白書を報告した。白書はアメリカと中国の戦略的競争が激しさを増している現状を踏まえ、米中関係に特化した説を新設。中でも台湾をめぐる米中の対立は一層顕在化していく可能性があるとして、台湾情勢の安定は日本の安全保障にとってはもとより国際社会の安定にとっても重要との認識を初めて示した。台湾情勢については、アメリカがトランプ前政権以降関与を深めていると指摘。F-16 戦闘機や高機動ロケット砲など武器売却を進めるとともに、艦艇による台湾海峡の通過を継続して実施していることを挙げ、バイデン政権も軍事面で台湾を支援する姿勢を鮮明にしていると強調した。これに対し、中国は軍用機を台湾海峡中間線の台湾側へ繰り返し侵入させるなど、軍事活動を活発化させている。白書は台湾を革新的利益と位置づける中国がアメリカの姿勢に妥協する可能性は低いとして、今後の動向を注視していく必要性を訴えた。中国海警局による尖閣諸島周辺への領海侵入を初めて国際法違反と非難した。各国、地域との安全保障協力をまとめた章では、同盟国のアメリカを除いて重要度に応じて、オーストラリア、インド、東南アジア諸国、韓国の順で取り組みを紹介。韓国については、竹島を含む周辺海域で軍事訓練を行っていることなどを例示して、韓国防衛当局による否定的な対応が継続していると批判した。そしてこちらが今年度の防衛白書の表紙です。爪屋アーティスト西本さんが描いた騎馬武者となっています。防衛省の報道官は、自衛隊の力強さと我が国の強固な防衛意志を表現する躍動感かつ重厚感のある騎馬武者と説明する。ただ関係者によると、刀を振りかざしていると、専守防衛に反するとして手綱を握りしめているとのことです。中国に対する言及などが以前よりも強くなっていることを受けて中国は強く反発しています。日本防衛白書の台湾地区関連記述に中国、強い不満と断固たる反対。日本が13日に発表した防衛白書が台湾地区をめぐる情勢安定の重要性に初めて言及したことについて、中国外交部の報道官は記者会見で、台湾地区は中国の領土であり、台湾問題は完全に中国の内政だ。中国はいかなる国がいかなる手段による台湾問題への干渉を行うことも断じて許さないと述べた。報道官は、最近日本は立て続けに中国を問題にして騒ぎ立て、中国の内政に粗暴に干渉し、中国の正常な国防建設と軍事活動を不当に非難し、中国の正当な海洋活動についてあれこれ言い、いわゆる中国の脅威を誇張している。これは極めて間違った無責任なことだ。中国はこれに強い不満と断固たる反対を表明すると述べた。中国の報道官の言葉を借りれば、最近中国は立て続けに日本を問題にして騒ぎ立て、日本の内政に粗暴に干渉し、日本の正常な国防建設と軍事活動を不当に非難し、日本の正当な海洋活動についてあれこれ言い、いわゆる日本の脅威を誇張している。これは極めて間違った無責任なことです。日本はこれに強い不満と断固たる反対を表明すると、全くそのまま言葉を返すべき表明だと言えるでしょう。また、台湾地区は中国の領土であり、台湾問題は完全に中国の内政だ。中国はいかなる国がいかなる手段による台湾問題への干渉を行うことも断じて許さない。中国は統一しなければならないし、必ず統一する。中国の完全統一は地域の平和と安定に最も寄与するとした。自分たちの領土でないものをこれから奪うものを、それを内政と呼ぶのは、これもまた明らかに間違った論理展開だと言えるでしょう。報道官はさらに、尖閣諸島は中国の領土の不可分の一部だ。尖閣諸島周辺における中国の
巡航法執行活動は自国の固有の権利の行使であり、正当かつ合法だ。海警法は通常の国内法であり、特定の国を念頭に置いておらず、国際法及び国際的慣行と完全に合致する。実際には日本を含む多くの国々が早くから同様の法律を制定施行している。日本は嘘つき外交とダブルスタンダードをやめるべきだと表明。これについても全く問題外で、そもそも自分たちの領土領海としていなかった竹島について、随分と建国以来後になってから自分たちのものだと主張し始めています。さて、中国に続いて韓国の反応も見ていきましょう。竹島領有権を主張する日本の防衛白書、桜の代わりに騎馬武者を表紙に。日本政府が毎年刊行する防衛白書で17年連続で竹島領有権主張を繰り返した。韓国との関係に対しては、韓国防衛当局側による否定的対応が続いていると記述した。馬に乗って走る日本の武者の絵を表紙にした今年の防衛白書は、中国の脅威を強調する一方、韓国の国防予算増額を集中証明する内容も1ページにわたり取り上げた。周辺国の状況を根拠に提示して、自国の防衛費増強に向けた口実を設けるためのものとみられる。今回の白書には、日本をめぐる安全保障懸案を説明し、日本固有の領土である北方領土や竹島の領土問題が依然として未解決のまま存在していると明示した。日本が防衛白書を通じて竹島の領有権を主張したのは小泉政権時代の2005年から今回が17年目だ。韓国との関係に対しては2018年の韓国海軍駆逐艦と海上自衛隊哨戒機関の対立、竹島周辺での軍事訓練、軍事情報報告協定 GSOMIA 終了議論などを取り上げた上で、韓国防衛当局側による否定的な対応が継続していると原因を韓国に転嫁した。韓国側の報道においては、責任を韓国側に転嫁したというふうに表現されているわけですが、実際問題責任があるのは韓国側です。自分たちが濡れ衣だというふうに被害者を装って日本側を非難するという非常に日本側を挑発するような行動を繰り返しています。このうち韓国海軍による竹島周辺海域での軍事訓練は今年初めて追加された部分だ。韓国の竹島防衛訓練を韓日関係悪化の原因として指摘した格好だ。また、このため日韓、日米韓の連携が損なわれることのないよう、引き続き韓国側の適切な対応を強く求めていくこととしていると記した。昨年と似た表現だが、アメリカのバイデン政権発足に合わせて日米韓連携を強調する内容と強くという表現が新たに含まれた。防衛費増額根拠を設けようとする意図。特に今年の防衛白書は、韓国の軍備増強と国防予算という1ページ分の別途コーナーを設け、韓国の国防予算が2000年から22年連続で増加していると指摘した。韓国の2021年の国防費は、前年比 5.4% 増加し、国防改革 2.0 に基づいて今後国防費を年平均 7.5% ずつ増加させる計画として、その背景にはアメリカからの戦時作戦統制権を早期に移管したいという大統領の考えがあると分析した。外交消息筋はこうした内容について、岸防衛省は日本が国防費を GDP 比 1% 以内で維持してきた慣行に縛られずに増やす意向を繰り返し明らかにしてきた。日本の防衛費増強に向けた根拠を設けるために、防衛白書で中国と韓国など周辺国の国防費を集中証明したものと解釈した。今年の防衛白書の表紙の絵にもこうした意思が反映されたとみられる。過去の桜の花の絵や幾何学模様などとは違い、今年の防衛白書の表紙には騎馬武者の絵があしらわれた。外交部は13日午前に在韓日本大使館の公使を呼び、防衛白書の竹島領有権の主張に抗議と遺憾を表明した。国防部も防衛駐在官を国防部に呼んで強く抗議し、即時是正を要求した。防衛白書はネットで公開されています。そのためどなたでも自由に読むことができます。そして韓国が問題視していた騎馬武者姿についてはこちら。韓国にしてみれば朝鮮半島を席巻した朝鮮による遠征軍などの記憶などもあり、恐怖の対象となっているのでしょう。さてページの方をずっと見ていきますと、定型となるような挨拶などが続いた後、最初に現れるのが全体構造を理解するためのインド太平洋戦略についての説明。次にやってくるのが中国の動きについての言及です。中国海警の動きや尖閣諸島をめぐる様々な軍事的、政治的な動きなどについての説明などが行われています。一番最初にやってくる話題というのはまさに一番重要だからこそその順番にあると言えます。
まず最初に中国についての言及をしておきましょう。中国側の主張に対してはもう記事の紹介のところからかなり突っ込みを入れているわけですが、彼らの主張というものは基本的には無茶苦茶です。そもそも尖閣諸島の話にしたところで、つい近年になってその周辺における海底資源などが発見されるようになってから自国の領土を主張するようになっていることからもわかるように、彼らにとっては後付けの理由で尖閣諸島を自分のものだと言っているに過ぎません。そして自分のものだと言った後で、そこは自分のものなんだから自国法で全てを取り決めるのは中国側の勝手だと言っているわけですから、かなり無茶苦茶な論理です。そして記事の中でのツッコミも行いましたが、台湾については中国の領土だと言っている割には現状中国の領土ではないわけですから、今から台湾を統一するぞという話はまさに自分たちの領土でないものを侵略するということを宣言しているに過ぎません。そして台湾に対する侵攻というものはまさに日本にとっても有事に直結する話題であり、日本がこのことを気にかけるのもまた当然のことだと言えるでしょう。そしてそのことについて中国から何か言われる筋合いなど全くありません。そして韓国は韓国で竹島を自分のものだと主張しているわけですから、日本側がこの件について記述することを毎年のように非難してきます。しかし韓国のやったことは日本に対する侵略行為であることは間違いなく、竹島は日本側の固有の領土ですよという話をしていることも、これもまた日本側の筋の通った話です。そして近年における韓国側の敵対的行為というものは非常に目立っていること、このことを日本の防衛白書で指摘するのも、これもまた当然のことです。そして防衛費がずっと伸び続けていますよという韓国や中国が日本の防衛費が少しでも上がると侵略国家の復活であるかのように宣伝するのは、まさに古代妄想誇張した脅威の宣伝に他なりません。中国も韓国も一貫して軍拡を続けており、一方において日本は一貫して現状維持にとどまっています。しかし年月の進行といったものは現状維持では防衛力については十分な水準を維持することは難しくなってきます。なぜならば戦場というものは基本的にどんどんと変化するものであり、その変化に応じて組織というものもどんどんと改変を行っていかなければなりません。例えば昔であればそれほど気にしなくてよかったような戦場といったものが現代では日常的な戦場として想定されています。例えば情報工作戦と言われるようなものはインターネット上でもそうですし、インターネットにつながっていないようなコンピューターシステムなどに対するハッキングなどについて言っても、これらはまさに諜報活動の一部であり、戦場の一つとして数えなければなりません。また昔であればそれほど気にしなくてよかったような宇宙空間についても戦場として定義されるようになってきており、戦場としても広がりを持っているのです。さらには兵器の質、兵器の運用方法などについても従来の形とは少しずつ変わってきています。遠隔操作の兵器などはどんどんと性能が上がって、そして種類なども増えていますし、また自立思考するようなタイプの無人兵器などについても今後は開発競争が加速していくことでしょう。そして兵器の高度化が進めば当然のように新しい兵器を開発、維持、そしてさらなる発展へとつなげていくためには予算というものは増えざるを得ません。そういった意味で現在の岸防衛大臣が現在の GDP 比 1% にこだわらずに少しでも必要な額を積み増していこうとする意向を示しているのは、これもまた当然のことだと思います。今回の防衛白書というのはそれこそ中国や韓国からの攻撃の声というものが上がっているわけですが、現状日本の周辺環境を考えるともっといろいろやらなければならない状況であり、そのいろいろやらなければならないものを実現するためには予算が必要という大原則をなんとか実現しようともがいているのが今の自衛隊の姿だと言えるでしょう。それらは決して中国や韓国からの抗議というものを受け付けるような内容ではありません。何しろ日本が防衛力を高めなければならないその原因となっているのがまさに中国や韓国の行っている敵対的な行動だからに他なりません。日本が防衛力強化に乗り出そうとしているのを非難するのであれば、そもそも韓国や中国が自分たちの行動というものを見直すのが本来の筋であると考えるのはおかしなことでしょうか。あなたは私の話を聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画の最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。